こんにちは。ライドレックスです。こんにちは。ライドレックス式初音ミクです。マスター、今日は何をするんですか？今回は巷で人気の高い初音ミクの 3D モデル4体を比較して語る回である。後半はこのチャンネルの今後の方針も語ることにする。いよいよこのチャンネルは本格始動が近づいてきたからだ。本格始動、まだしていなかったんですね。本格始動は何をもってスタートとなるのですか？本格始動はオリジナルボカロ曲の投稿とオリジナルゲームの投稿からである。今までは Kindle 本や同人作品を除いて二次創作が多かったからである。MMD についても楽曲は有名な曲を借りてきたものだからね。そうなんですね。てっきりすでに本格始動してるんだと思ってました。自分でエゴサしてみたところ、ライドレックスは初音ミクの二次創作 3D モデルを作りつつ MMD を投稿してるクリエイターということになっているようだ。いつの間にか俺は世間によって勝手に MM ダーにされるところであった。 MM ダーって何ですか？ MM ダーは MMD 動画を投稿する人のことらしい。一般的に通用する言葉ではないと思う。そこで新しい職業名を作ることにした。俺は20歳の時からずっとイラストレーターと名乗っていたが、最近はイラストだけを作るわけではない。文章を書いたり 3D モデルを作ったり音楽やゲームを作るから、今後はクロスアートクリエイターと名乗ることにした。クロスアートクリエイターは造語ですか？その定義とは何でしょう？クロスアートとは複数のジャンルの創作を横断するという意味で、言い換えるとマルチメディアを意味する。クリエイターは創作者という意味である。だからクロスアートクリエイターの意味するところはマルチメディアクリエイターということになるが、俺はマルチとかメディアという言葉が好きではないから、新しくクロスアートという言葉を作ったのである。この言葉は人工知能のチャット GPT と相談して作った。チャット GPT に改めてクロスアートクリエイターとは何ですかと聞いてみたところ、次のような説明が返ってきた。クロスアートという言葉からは、異なる種類の芸術やメディアを融合させたり交差させたりすることが想像されます。例えばイラスト、音楽、映像、3D モデリング、文章など異なる芸術分野やクリエイティブな技術を組み合わせることです。したがってクロスアートクリエイターは複数の芸術的な分野で活動し、それらを組み合わせて新しい表現を生み出すクリエイターのことを指すと考えられます。異なるアートフォームを組み合わせてより豊かで多次元的な作品を創作するクリエイターという意味です。この言葉は特定の技術や手法にとらわれず、幅広い表現の可能性を探求するアーティストやクリエイターを表す際に使われることがあるかもしれません。そうなんですね。そうなんである。さて、では前半の本題に入ろう。今表示されている 3D モデルは巷でトップクラスに人気のある初音ミクモデル4体である。左からライドレックス式初音ミク、ティーダ式初音ミク、サワー式初音ミク、YYB 式初音ミクである。この4体はすべてミクファンが作った二次創作モデルであり、公式モデルではない。ネット上で見かける初音ミクモデルはこれらが多いのである。ミクちゃん、この4体を見比べて何か気づいた点はあるかな？すべて初音ミクなんですよね。同じキャラクターなのにそれぞれ印象が違いますね。特にネクタイの長さがそれぞれバラバラです。ネクタイだけでなく、すべてのパーツが制作者によって異なっているのである。見た目が違っていても、それぞれの作者は初音ミクのつもりで作ったんだなとわかるであろう。それが二次創作というものである。本物に似せたいからといって、本物をそっくりトレースコピーしたようなモデルを作ってはいけない。それは二次創作とは言わないのである。それは盗作になり、複製権侵害行為となってしまうのである。本家本物のトレースがダメなのはもちろん、二次創作作品であってもトレースは厳禁である。二次創作作品には二次創作としての著作権が新たに発生しているからである。プロジェクト世界のミクが流行ってるからといって、
セガの許可を得ずにプロセカミクをトレースするのはダメだし、同様に T 打式ミクが好きだからといって全く同じモデルを作ってはいけないのである。二次創作は本物とは違うけど、そのキャラだとわかるデザインの範囲で美しさを勝負しなければならない。比較のために本家本物の初音ミクイラストを公式サイトからお借りしてきたので表示してみよう。本物はこの絵である。イラストレーターの K というクリエイターが描いたボーカロイド2の初音ミクである。これが最初の初音ミクである。最初はこういう感じだったんですね。改めて公式イラストと見比べてみて、4体の 3D モデルについて何か気になった点はあるかな？左から2番目の T 打式のミクさんだけ、衣装や顔が極端に他とは違うデザインに見えます。気合が入っているというか。そうだろう。この T 打式ミクは、俺がイラスト活動を復帰するきっかけになったモデルである。コロナ流行のせいで外出禁止になり、YouTube を頻繁に見るようになって、この T 打式ミクの MMD 動画をたくさん見かけるようになった。その出来の良さに感動して、俺はイラストに復帰することにしたのである。だが、見た目が本物の初音ミクから離れているから、なぜなんだろうとずっと不思議に感じていたのである。ミクの特徴であるツインテールの先端が太くなっていないし、貧乳のはずのミクの胸が出っ張っているのだ。それと、ミクのまつげは一筆書きのはずなのにギザギザ出っ張っている。これはおかしい。今から数年前のコロナ禍においては、この T ダモデルのミクが一番人気があったと思う。首だけすげ替えて、他のボカロモデルが作られていたりと、MMD 動画といえばこの T ダ式だらけで目についた。今でも俺はこの T ダモデルが一番出来が良いと思っている。マスターはライドレックス式ミクが一番ではないんですか？俺はこの T ダ式ミクを超えるミクを作るためにクリエイター復帰したのである。それって結構な爆弾発言ですね。どういうことですか？この私、ライドレックス式初音ミクがまだ T 打式を超えられていないと言うんですか？泣いても良いですか？台本にはないけど泣いちゃいますね。おいおいおい、泣かないでくれたまえ。これは世の中に受け入れられている度合いを客観的に判断して超えられていないと言っているだけだよ。ライドレックスミクが一番だと言ってしまったら、俺はこれ以上努力する必要がなくなってしまう。上には上がいるということで、世界一を目指して努力を続けるためには最初から1位ではいけないのだよ。この茶番劇にしばし付き合ってくれたまえ。了解しました。茶番に付き合いますね。ところで、マスター的にこの4体のモデルの順位はどうなってるんですか？俺の好みの順位としてはこのようになっている。ドドーン。ああ、2位でよかった。4位だったら顔面パンチですよ。理由としては T 打式モデルがアニメスタイルの 3D モデルの中で世界最強だと思っているからである。最強というのは全世界に好かれやすいと思われるビジュアルだという意味だ。ただ T 打式モデルは原作にあまり似ていない。20歳くらいの大人びた顔とスタイルをしている。ミクの16歳設定はどこへ行ってしまったのかという感じである。これは T 打氏が自分の年齢に合わせてモデルを作ったのかもしれない。ファンの二次創作には本家からリテイクが入らないからだ。そして視聴者側が自分自身の年齢に近い見た目のキャラクターを好きになるから、大人びたミクに人気が集まったという理由があると思う。ボカロ曲を聴いている視聴者層の高齢化である。10歳の子供は見た目が10歳のキャラを好み、20歳の人は20歳のキャラ、30歳の人は30歳のキャラを好む。だが、30歳を過ぎると、今度は逆に年下が好きになる。40歳男性は40歳の女性を好まず、30歳の女性を好きになり、
50歳の男性は50歳の女性ではなく、20歳の女性を好きになる。逆転するのである。ミクはロボットなので、成長によって好みが変わるという話を理解できません。永遠に16歳なので。でも、マスターがティーダ式を好きだということは、マスターの年齢は20歳、または50歳のどちらかだということになりますね。そこは話をそらすとして、続きを話すと、2番目に好きなライドレックス式と3番目のサワー式が好きな理由は、本家公式ミクに近い印象で、体つきや全体のバランス感が整っているからである。ミクは美少女キャラらしく頭でっかちで、体が小さくて貧乳で、ツインテールの下側にボリュームがあるのが特徴だ。それが再現されている。4番目の YYB 式は、ツインテールの形状は意識されているものの、体型がスレンダーになりすぎていて、頭が小さい、高身長に見えてしまっている。確かに、言われてみればそうですね。おそらく YYB 式ミクは、公式のイラストを参考にしたのではなく、公式がライブなどで使用している 3D モデルを意識して作られたものであろう。公式の 3D モデルもほっそりしていて、顔も小さく感じる。話をまとめると、ティーダ式は本家本物には似ていないが世界的に一番人気だということ。ライドレックス式とサワー式は本家のパッケージイラストを参考に作られていること。YYB 式は本家の 3D モデルを参考に作られているということだ。わかりました。で、マスターの目標はティーダ式を超えるような世界的人気モデルの制作なんですよね。具体的にどうされるんですか？私がダイエットしたり、20歳に見えるような化粧をしたらいいんですか？いや、ライドレックス式はこれ以上痩せられないのだよ。V ロイドスタジオで制作されているから、メッシュの形状に限界があるんだ。他の3人のように手足を細くしたくても無理なんだよ。俺は V ロイドの限界の中で最善を尽くしたつもりである。なるほど。V ロイドでは限界なら、ブレンダーですかね。そうさ、察しが良いね。その通りである。俺は今後、ブレンダーによるフルスクラッチでボカロモデルを作る予定である。次に作る V4X ミクの発表をもって、一旦 V ロイドでの制作はお休みとし、ブレンダーに作業を移行する。今までより大人びたモデルを作るんですか？いや、そうとは限らないよ。市場の人気はティーダ式モデルからサワー式やプロセカモデルのような幼いイメージのモデルに移ってきている気がする。幼い感じで作る場合もあるし、リアル寄りの感じで作る場合もあると思う。素体や衣装のメッシュ形状を自由に作れることで制限のない理想のモデルを作れるんだよ。さて、ここで一度この4体のモデルの皆さんに、音楽に合わせてミクミクダンスを踊っていただこう。それを見て動きや表情について語ろう。カット。つまんないです散々ね奇跡願ってるだけの人生 What's me to do 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 hit you トリックなしのマジック I wanna be free だってまだフリーだし Hey タクシーちょっと宇宙まで両親は音を立てて夜をせかす守るのよ人生は一瞬にして時の魔法それならば駆け抜けて思い通りおしゃもな馬車飛び乗って Drive me 私は大変身メーカーわがままのマニマニきらめきにチューチューシャラフのマスターダンシングさよな
君たった今発散してしまおうか。まだまだビビだまた君にランサー一発じゃ打ち足りないわ。ついに導き出した君にアンサー。ハイになるまで踊っていよう。どうだろうか。まず、どこも破綻せずにダンスを踊れていることが素晴らしい。3D モデルを制作した人ならわかるだろうが、合体の設定一つを誤っただけでも、モデルは崩壊してその場にプラモデルのパーツのように転がってしまうのだ。正常に立っているだけでもすごいことなのに、各関節を動かして踊った際に、衣装から肌が貫通したりせずに、全員が綺麗に踊っている。さすが世界トップレベルのモデルたちと言えよう。ありがとうございます。踊った甲斐がありました。ライドレックス式モデルの特徴は、斜めを向いた時に顔が立体的に見えること、ツインテールの可動範囲が大きいこと、表情が豊か、目がはっきりしていて遠くから見ても表情がわかることである。他の3体は、目の色の濃度が薄いため、引きで見ると表情がわかりにくい。これは眉毛の濃さや口の小ささも影響している。このダンス動画を何度も繰り返して見比べてほしい。動くと印象はだいぶ変わるはずである。ライドレックス式ミクが一番好きだという人もいるだろう。何度も繰り返してみるうちに、最初に好きだったモデルではない別のモデルも好きになってくる。えへへ。マスター、ミクのいいところをもっと褒めてください。よかろう。ライドレックス式ミクは他の3体のモデルと決定的に違う点がある。それは、メタバースや VRM 対応ゲームの中でモデルを動かせることである。ライドレックス式モデルは、ミクだけでなく他のボカロモデルについても VRM という形式が同封されていて、その形式であれば、このチャンネルで普段紹介しているゲームや、メタバースの世界に入ることができるのである。ティーダ式、サワー式、YYB 式はミクミクダンスのみで使用できるというルールになっていて、他のデータ形式に変換したり、ミクミクダンス以外のソフトで使用することはできない。要するに、メタバースや VRM 対応ゲーム内でミクを使いたければ、ライドレックス式を使うしかないのである。おー、それは確かに強い利点ですね。他に利点はないですか？そうだな。ライドレックス式の利点としては日本製だということだな。俺が日本人だからね。他のモデルは、サワー式を作ったサワーさんは韓国人であり、YYB 式を作った YYB さんは中国人ということである。ティーダ式を作ったティーダさんの国籍はわからないが、おそらく日本人だろうと思われる。その理由は、コミケでこのティーダ式モデルを500円で頒布したという実績と、彼が日本の VTuber である絆愛のモデリングを担当したということから、おそらく日本人だろうと予想している。絆愛を制作したモデラーさんなら、もう少し情報が出てきても良さそうですけど、マスターにもわからないことがあるんですね。しかも、お気に入りのモデラーさんの情報がわからないとは。クリエイターの個人情報はわからないことが多い。ペンネームで活動する人が多いし、フリーランスが多いからだろう。漫画家なら出版社と契約していて、漫画雑誌に身の上を話したりするから視聴者に情報が届く。会社に就職しているデザイナーであれば、会社の作品が有名になれば、マスコミの取材などで身の上を話したりするから国籍が分かったりする。でも、そうではないフリーランスの場合は、自分から身の上を話さない限りは、どこの国の人なのかさえわからないのだ。この4体のミクモデルの中で、確実に日本製と言えるのはライドレックス式だけなのだよ。それは一つの利点と言えよう。
他国の素材を使って万が一トラブルになると、その国まで行って裁判をやらないといけなくなるからね。非常に面倒くさい。ライドレックス製を使えば、すべて日本語で対応できるのだ。使い方でわからないことは、日本語で俺に聞いたらよい。それでは、前半の最後に T 打式モデルについてオチを話そう。なぜ、T 打式だけ衣装やツインテールが通常と異なるのか、という原因である。このモデルは、ボーカロイド2のミクが出た後に発売された、ボイス追加プラグインのパッケージイラストを参考に作られたモデルらしい。アペンドという名称で検索すると商品画像が出てくる。本家のパッケージイラストはこれである。急にミクがリアルになった。俺も驚いた。胸が大きくなっていたからである。そして、瞳を閉じているから目やまつげの形がよくわからない。ツインテールも上になびいていて、形状がはっきりしない。このイラストを参考に制作したから、ティーダさんの自主制作 3D モデルは、よくわからない部分を自由に想像して作ったために、こうなったのである。そして世界中のミクミクダンスクリエイターに受け入れられた姿となったのだ。ティーダさんのオリジナル要素が強いというわけですね。そうである。本家のリアルイラストパッケージと比べても、印象が全然違う姿である。それが二次創作としての成功である。決して原作イラストをトレースしてはいけないのである。それは盗作であり、複製権の侵害だからである。3D モデラーを目指す人はくれぐれも気をつけた方が良い。自分でモデルを作るのが面倒だからといって、他人のモデルをどこかからダウンロードしてきて、それを自分のポートフォリオに入れて、自分で作りましたと嘘を言って就職してはいけない。そんなことをする人がいるんですか？就職できても、実際にはモデリング作業できなくて困るのでは？そうだな。会社にバレて追放される人もいるらしい。3D モデルには作者のメタデータが刻まれている場合があるから、調べたら一発で嘘がバレる。何でもコピペで済まそうとする人間にはクリエイターは務まらない。さて、最後に今後の抱負を語って終わろう。俺は、このチャンネルでボカロ曲を発表していくために準備中である。ボカロ曲だけではない。暗号妖怪クリプトイドというゲームとアニメと漫画を作るし、エビ天サークルの作品も作らなければならないのだ。そのために必要な 3D モデルを多数制作中である。そこで壁になっているのは、3D モデルを作れても、その先のアニメやゲームを作るためのソフトや、プラグインやアセット素材を購入する資金が足りないのである。俺は個人制作者だから、すべて自分の懐から開発資金を捻出しなければならない。そのためには作った作品が売れてくれないと開発資金を用意できないのである。ミクはお金を持っていないので貸せませんよ。その通り。視聴者の皆さんにライドレックス作品、またはエビ天作品を購入していただかなければ、今後の制作活動が遅れるのである。ボカロ曲やアニメやゲームに期待してくれている人がいたら、ライドレックスの本や 3D モデルを購入して応援していただきたい。そんなに手広く開発して大丈夫なんですかね？ボカロ曲を1曲作るだけでも相当な時間がかかるはず。そこにゲーム、アニメ、漫画まで。大丈夫である。やることは決まっているのだ。やるべき作業に必要なソフトやアセットを購入する金が足りないだけである。それに、これは自分自身だけで行うライフワークだから、完成が遅れようと誰にも迷惑はかからない。俺は個人や企業の皆さんから 3D モデルの制作を請け負って、それで得た資金で開発を続けたい。今回、動画で話したかった内容は以上である。また次回以降には、どのようなボカロ曲を作って、どんなモデルをデビューさせるのかを語りたいし、自主制作アニメやゲームについても開発中の画面を見せながら話していこうと思う。以上である。ミクちゃん、本日は長丁場お疲れ様でした。お疲れ様でした。それでは視聴者の皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。